はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのジェスカイドラゴンを紹介したいと思います。前環境にあったジェスカイドラゴンに新カードを入れてアップデートしたデッキですね。新たに追加されたドラゴンとして、大敗的なドラゴンと王国焦がしのヘルカイトがいて、どちらもドラゴンデッキにおいてプレイヤブルなカードということで、今回はどちらも採用しています。大敗的なドラゴンは相手によっては使いづらかったりもするのですが、宝物をいろんな形で生み出すことができる構築にすることで、メインから腐らせないようにすることができますね。また、宝物を生み出す構築にしているので、ヘルカイトの強弱能力も使いやすくて、6マナとかなり重たいカードではあるのですが、フィニッシャーになってくれる1枚ですね。魅力的な圧巻は、イブシーン的な活躍をしてくれる1枚で、マナ加速をして4ターン目にズルごと自体を出したり、ルーティングで事故を防ぎつつ書き消しのコストになったりと、割とこのデッキにマッチした1枚かなと思います。BO3 ランクマッチでもね、しっかりと6割以上勝てているリストなので、よかったら試してみてください。はい。ということで実際にどんな感じで回るのか、際の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。ちょっと除去ハンドではありますが、後手ということで、キープしていきましょう。さあ相手は赤黒ランドからスタート。ラクドスか、ジャンドかという感じですが、これはラクドスっぽいですね。さあまずは収穫者から。これはしっかりと、タルキールへの進行で除去っていきましょう。最近ね、このタルキールへの進行、あんまり使ってなかったんですけど、やっぱりね、ドラゴンデッキだと、強く使えるということで、久々に使っていきましょう。さあ、相手はもう一回収穫者。一旦、除去りますか。ドレッドランクが出てきたとしても、一応、フォローで対処はできるということで、書き消しは、構えなくてもいいかなと。さあ、相手ここはルーティング。お、なるほど。マルドゥ吸血鬼か。なんか最近ちょくちょく、このデッキ当たりますね。一応ね、これ、前環境からあるデッキで、MO リーグなんかで、たまにね、5-0してたりもするんですけど、新環境で何かアップデートされましたかね。さて、一旦これは書き消しと、フォローを構えていきましょう。興奮探し。これはカウンターしそうかな。ただマナ効率を考えると、大田原でもいい気はする。これはおそらく決闘者に乗せてくると思うので、はい、バウンスしていきましょう。さあ、4マナを使って、決闘者をバウンスしていく。これで、ただの3マナ11ですからね。さて、アツシ。ここはアツシから出していきましょう。一応次のターンに土地を引けたら壊滅者で、X5 で、もう進行を即ひっくり返せるということで。さあ、まずはアツシを出していく。このカードも、グーワがね、禁止される以前はね、バリバリに使われてたカードなんですが、最近はめっきり見なくなりましたね。さあ、5マナ目から、ここは決闘者から、もう1枚興奮探しとかがあったらあれですが、どうかな。もう1枚持っている。これはしょうがないですね。さあ、決闘者に、カウンターを乗せてワンドローしていくと。さて。土地、いいですね。ということで、壊滅者 X5 で出して、即、タルキルへの進行をひっくり返していきましょう。ドラゴンデッキにおいては、進行をひっくり返すことで、かなり大きな、アドバンテージを取れるということで、赤単なんかに入ってるタルキールの進行とかよりも、ひっくり返す優先度はね、上がっていきますね。さあ、ただここは、確定除去を持っていると。ただ、仮にこんな感じで、即除去られたとしても、1対2交換ということで、全然 OK かなと。さあ、残り3マナ。ここは悩んできていますが、除去、なるほど。さあ、全軍突撃で、壊滅者を除去って、さらに情報に。このカードも、横並びするデッキだと、強いですよね。さあ、土地を1枚、墓地に送って、
1枚をトップに乗せていくと。お、殴る？まあこれは即ブロックですね。まあすでにその土地が伸びているので、トップをもらっていきましょう。悪くはないかな。協約コストがないのが、ちょっと残念ではありますけど、ヘルカイトを出すことによって、まあ4点をね、ダルキーレの進行に入れながら、で、まあ生き残ったら、火を吹くことができるので、まあ即ひっくり返していくことができますね。で、まあ相手もハンドが1枚だけということで、除去を引く、まあ確率はそこまで高くはないかなと。さあ、ルーティングで土地を、捨てていくと。さあ、もう1枚はそのままキープ。まあヘルカイトは、まあ試合終盤はね、もう生き残ったら、そのままフィニッシャーになっていきますね。さあ、エンジ。トークンか、クリーチャーをサクったら2点ドレインですね。さて。まあ、ただこのターンこれヘルカイト生き残ったら、まあかなり。たださらに全軍突撃。まあこれはしょうがないですね。相手が、まあ、ガン処理ハンドということで。さあ、さらに情報2で、決闘者を墓地に落として1枚をトップにキープしていく。ちょっと、なんかもっとね、楽に勝てそうな感じだったかなという、まあ前半だったんですが、まあうまくね、除去と対処されていますね。さあ、ここは、吸血鬼ロード。ロードはこれちょっとめんどくさいですね。このターン結構食らっちゃうので、4、9点。どうかな。興奮探しの方がいいのかな。まあ、桜られて、2点飛ばされはするんですけど、4点飛ばしが残ってる状態だとかなり、きつくなるので、さあ、2点飛ばして、さらに、9点通って残り6点まで、いや、一気に削られてしまいましたね。で、これ、エインジはもうこのターン除去らないと、こっちが死んでしまうので、こっちのメインで、ホローで倒していきましょう。さあ、ダルキールの進行はひっくり返して、まあ一応ね、これブロッカーとして出す感じですね。からのホロー。まあこれでエインジはしっかりと対処して、まあ一応ちょっとだけライフにも、余裕はできる感じですね。で、まあカウンターと、ザンダーの、サイクリングを構えていきましょう。一応これ相手ホローは、興奮探しで落とすことができるんですが、雷光が生き残ったら、もうこれ一気にまくっていくんで、まあこのターン次第ですね。相手一応ルーティングが3回できるということで、まあただルーティングをすることによってマナを使っていくので、書き消しが刺さっていく可能性は全然ありますね。さあ土地を捨てて、1枚引いていく。いや、でも結構熱い展開になっていいですね。楽しいゲーム。さあ、ここはフロリアンをキャスト。これはまあ、カウンターが刺さるので、カウンターしていきましょう。さあ、これで、相手はこれフルパンしてくるかな。さあ、すべてプレイヤーにアタック。ロードブロックですね。4点これ一旦通るんですけど、ロードが死ぬことによって興奮探しのパワーが下がるので、雷光は倒されないと。で、まあ一応、ホーローはね、落とすことはできますね。ただ雷光が生き残るため、まあかなり有利な、盤面になっていくかなと。さあ、ホーローは一旦倒していく。圧巻。まあ全部使っていきましょう。さあ、圧巻キャストから、でかくして、で、5番間。さて、ということで、フルパンしていきましょう。さあ、オールプレイヤーで10点アタック。というか、これ圧巻は、あれか、5番間に行った方が良かったですね。相手が興奮探しを持っているので、興奮探しトップが負け筋だったので、
まあ、いちいちも除去る必要がありましたね。まあ、ただ、かなり有利な状況ということで、さすがに、さあ、ここで投了と。じじ。まあ、思ってた以上に熱い展開でしたね。まあ、とりあえず全体除去は、ガン積みしていきましょう。で、カウンターは、ちょろっと抜いて、で、大敗的なドラゴンも、まあ、そこまで効く相手ではないということで、1枚抜いていくと。で、あとはまあ、全除去で対処していくので、その2歩を減らしていくと。さあ、1本目勝って2試合目。ちょっと動きづらいハンドですが、まあ、キープしていきましょう。ちょっとね、1枚何かしら引いていきたい感じではありますが、ただここはザンダー。ザンダーが3枚。手札に溜まっていく。お、5バカーンいいですね。さあ、5バカーンで手札を確認していきましょう。なるほど。エドガーも入ってるんか。エドガーを、ここは抜いていきましょう。まあ、除去耐性があるんで、結構ね、めんどくさいんですよね。さあ、相手はロードを出していく。まあ、一旦このターンは、まあ、そのまま、ターンを渡していくしかないですね。エドガー入ってるんだったら、承認保護は、まあ、2枚でも良かったかも。さあ、収穫者。運命的不在使ってもいいですが、まあ、さすがにあれか。ロード残せないんで、じゃあ、きょっときますか。まあ、あんまりここに使いたいカードではないですね。まあ、ただ、店舗的に使っていきます。さあ、ということで、アツシを出していく。まあ、このアツシで、即、5バカーンがひっくり返せたら、まあ、だいぶ楽な、展開にはなっていきますね。さあ、相手は、手がかりでワンドローをして、まずは追加の土地から、まあ、これ、エドガーもそのまま出てきますね、6マナで。さあ、アツシを触っているので、はい。まあ、除去を持っていると。これはトップもらいますか。まあ、土地は十分に伸びているということで。さあ、相手は土地を2枚、墓地に送っていく。ただ、トップ弱いですね。一時的封鎖、ここは使わないので、もうオジタイ行きますか。さあ、土地からの、オジタイで5バカーンをひっくり返していきましょう。さあ、4点アタック。からの即ひっくり返していく。まあ、まずはオジタイで、1枚カードを見ていくと。スタックでルーティング。はい。さて。承認方がいいですね。戻さなくてもいいかな。一応、まあ、5バカーンで、除去耐性はできるんで、店舗を取っていきたいかなと。さあ、エンチャント貼って、このターンはそのまま、ターンを渡していくと。まあ、除去2枚重ねとかじゃないと対処はできないんで、さあ、喉首。まあ、使っていきますが、もう1枚あるのかどうか。もう1枚ありそうかな、これは。まあまあまあ。同時代でもアドバンテージは取ってるんで、全然 OK ですね。さあ、残り14点まで。からのアツシ。まあ、書き消しも構えることができるということで、まあ、割といい展開ですね。さあ、追加の土地を置いていきますが、これは、書き消しが刺さっていくと。まあ、だいぶ、いい流れではないかなと。まあ、ただちょっと土地が多めですが、の、フォローいいですね。さあ、4点通って残り16点まで。さらにフォロープラス、ザンダーのサイクリングを構えていくと。さらにエドガー。まあ、エドガーは、承認法で対処できるんで。さあ、ここはもうフォローを使っていきましょう。マイナス2から、収穫者を除去っていく。からのサイクリング。お、いいですね。さあ、ということで、さらにオジタイを出して、2体でアタック。からのオジタイの能力でさらにアドバンテージを取っていくと。これオジタイでいいかな。さらに、オジタイも通って、
もう一回誘発。うん。いいですね。で、エドガーは、ソニーの保護を貼っていきましょう。さあ、これで、ただの11バニラになっていく。まあ、死亡誘発もないですね。お、ヘンリカダブナティ。なるほど。まあ、オジダイを捨てて、もう一回出し直していきましょう。相手はエドガーを捨てるんですが、まあ、ソニー保護を貼っていたため誘発もなしと。さて、まあ、相手除去を持っていなかったらもう勝ちですね。プラスでオジダイ55にして、で、反逆のるつぼがあるので、はい、これ投了と。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。バランスがいい、いいハンドですね。さあ、相手はワンマリガンから6枚でキープをしていく。さて、まあ、5番半からとりあえず入っていきそうな感じかなと。うん。まあ、エスパーランドということで、5番半で、手札を確認していきましょう。なるほど。これキープするのか。まあ、ただ、この手のデッキは、トップ何でも強いんで、全然ワンチャンはありますね。さあ、圧巻で、ここは、5番間をね、とりあえずひっくり返していきたいですね。さあ、2点通して、相手これ、どうだろうな。まあ、ランプか、これはバントコントロールかな。さあ、ただ、相手メインで除去ってきたため、壊滅者が刺さっていく。バントコントロールはね、デッキほぼ除去なんで、まあ、全然、まくられる可能性はありますね。さあ、すでに、有効牌をね、おそらく引いているということで、さあ、もう一枚除去を持っていそうな感じ。まあ、一旦とりあえず、殴っていきましょう。からの大敗的なドラゴンはもう出していく。うん、サイクリング。ただ、相手これバウンスを持っているので、どうだろうね。あんまり、なるほど。エンチャント使ってもいいかな、これは。クロックが欲しいので。さあ、一旦呪言を付与していく。お、ヘルカイトいいですね。さあ、さらに速攻で、どうかな。いや、全除去のことを考えるとなんか、なんともですね。一旦タルキールの進行で、火力として使っていくのもいいかなと。で、大敗的なドラゴンで、トークンも出るということで、協約ができるようになりますね。これはトップで OK。さあ、4点通って、ここは、タルキールの進行で3点を入れていきましょう。これで、残り8点ということで、まあ、1枚バウンスがあるので、一時しのぎはされますが、まあ、かなり、有利な状況ではあるかなと。どうだろうね。相手がそのトップで放ろうとかだったら、また話は変わってきますが。まあ一旦これは壊滅者からですね。で、おそらく壊滅者をバウンスされるので、さあ、9点を本体にアタックしていく。はい。まあ一旦バウンスですね。ただ、まあ、速攻飛行クリーチャーだらけなので、全体除去も効かない、状況ですね。さあ、除去から、ここで投了と。GG。まあ、相手コントロールデッキということで、カウンターを入れて、承認保護は抜いていきましょう。で、まあ、フォローね、コントロールに対して強いんですけど、まあ、相手バントコントロールで、1マナで対処されるということで、まあ、ちょっとね、今回は変えていきたいかなと。こんな感じでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。うん、まあ、キープして OK でしょう。まあ、王者代さすがに3枚もいらないですが。
まあ、圧巻から、真ん中加速をして4ターン目を自体までいけるハンドですね。ただ、ドローがとちとち、真ん中加速をしていきましょう。さすがに次のターン、アクションしたいんで、まあ、5パカーンを引くのが、一番いい動きではありますね。もう軍備放棄を使っていく。なるほど。からの豆の木を登って、かき消し。まあ悪くはないが。さあ、かき消しを構えて、豆の木はいいでしょう。まあ、後々ね、これどんどんと、ドローはされてはしまうんですが、まあ、ここに別に打たなくてもいいですね。止まってくる。止まってくるということは、まあ、力戦は持ってるんですが、呪言を持ってるため、力戦は効かないですね。で、力戦持ってることがもう、分かってるんで、お自体は戻していきましょう。さあ、ストロークをもらって、お自体を戻していく。まあ、お自体はね、こういう相手に強いですよね。全体除去が効かなくて、で、戻すことができるんで、インスタント除去も、まあ、回避をね、することができますね。ただ、書き消し。まあ、2号機、3号機がいるので、全然 OK でしょう。さあ、ただここ土地が止まっている。なんか土地が止まってるんだったら、力戦出して、2ドローとかでも、相手のターンにね、やってもよかった気はしますね。さあ、2ドローはしていきますが、呪言があるため、本自体は、対象に取れないと。さあ、さらに4点取って、大敗的なドラゴンでいいかな。まあ、ただ、使ってはいかなさそう。まあ、今のもう、プランとしては、オジダイで殴り切るか、まあ、オジダイが対象されたら、ちょっと考えていくっていう感じですね。で、この状態だともう、オジダイを、出しながらカウンターをね、構えることができるんで、オジダイオンリーで、X2。これは払いますが、まあおそらく相手、これマナを使わせたかったっていう感じですかね。カウンターされないうちに、次のターンに何かアクションを起こしたいという、プレイかなと。さて、これは邪悪でいいかな。からの、戻していく。運命的不在がいらなさそうかなと。さあ、除去を捨てていきましょう。ただこのターンカウンターはできないんですけど、6マナしかないので、何通されても、はい。まあ、焦げは全然 OK ですね。さあ、ドローはしていきますが、これ、オジタイ乾燥しそうですね。さて、ここで投与と、オジタイが強い。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。